皆さんこんにちは。こんにちは。埼玉県さいたま市宮原駅前にあるヘイズというサロンの近藤と申します。アシスタントのカホンです。よろしくお願いします。お願いします。うちのサロンはブリーチワークを主に使うようなデザインがメインとなっています。今回はですね、大胆なデザインカラーをされたお客様のその後の提案っていうものをご紹介させていただきます。ぜひ最後までご覧いただければと思います。前回大胆なデザインカラーをされたモデル様への、その後の提案、カウンセリングだとかそういった部分をですね、皆さんにシェアしようと思います。まずちょっと現状の確認をしたいんですけど、はい、ちなみに前回ブリーチされたのはどれぐらいだか分かります？ちょうどはい3ヶ月前って感じです。だいたい根元からで指2本ちょっとだけ3ヶ月分ですね伸びているっていう状態ですね。でアンダーの方とかは地毛のままになってます。今のカラーデザインも踏まえてなんですけど、まずリタッチをしていきたいってことですよね。でその他なんかこういう風な感じになりたいよとかって要望とかあったりします？青系、おお。でもちょっと大変です。なるほど。全然黄色とオレンジも好きな色だしなっていうのと、なるほど。イメージなんですかね、朝焼けかな、夜明け前な感じですかね。まあ青メインで、でまあちょっと黄色とオレンジも可愛いなっていう感じですよね。まあそこ差し込んでいきたいと。はい。OK です。大事なのが、まあこっちはブリーチのリタッチしてしまうので、いいとして。その下側ですよね。ここの部分に関してはなるべく地毛をキープしていきたい。はい、そうです。なるほど、OK です。だいたいだっていつも何ヶ月に1遍ぐらい。4から5で、4から5で、じゃあ今回まだ早い方ですね。OK です。わかりました。そういう人にも多分こういったチャンクカラーとか、ブロックカラーと言われているようなものとかは効果的かなと思いますよね。その他にもこっちで飽き足らず下側もブリーチしたいっていう提案ももちろんありますし、飽きてきた人とかは、ブリーチはするんですけどもっと強いラインが欲しいっていう場合は黒を引いてしまうっていうのもあるんですよね。こういう形で黄色、オレンジで全体をブルーなイメージでいきましょうかね。はい。今日の工程ですけど、リタッチということになったので、まずここの部分ブロックちゃんと拾っていきます。で、拾った上でその他の部分が邪魔にならないように、僕いつもジェルとかつけちゃうんですけど、ジェルつけたりして、保護します。で、ここの部分を前処理していきます。木ブリーチ部です。で、前処理し終わったらリタッチ。で、なるべくトーンをつなげた方がいいと思うので、1回のブリーチだと多分済まないので、途中でアドオンしますね。ブリーチを流して、その後、そうですね、ブルーベースなので、ベースメイクで1回アルカリで根元の方を、カラーリングします。で、毛先の方は黄色、ここの部分はアルカリカラーをしてしまってから黄色を乗っけると濁ってしまうので、そこはなるべくつかないように。今回はすごくオーソドックスなやり方をさせていただきます。ゼルの CMC、こちらですね。こちらです。はい。CMC の方を、キーブリーチのところにつけていきます。なるべくそのキーブリーチのところだけにつけたいと思う場合はなんですけど、今ちょっとざっくりやりますけど、根元から持って、テンションをかけながら指で少しずらしていって、ちょうどその、ディバイディングラインですね。ディバイディングラインのところを指で触ってそこに対してでその後は縦振りでいいです。ここは横振りで。はい。では、ブリーチを調合していきます。方針としては根元のリタッチ、まず16レベルまで、普通のファイバープレックスブリーチでやっていきます。で、その後アドオンして、
アドオンの時に、クレイを使って残留、毛先の方の残留を軽く取ります。で、その時はリフト力そんなにいらないので、クレイを 3% でいこうかなと思います。はい。で、今回リタッチのところは、ファイブフレックスブリーチと 6%、通常通り、1対2ですね、の比率で作っていきます。ホームゼロで簡単に、ベース作りをしちゃいます。リフトが弱い部分ですね、そこから先につけていった方がいいと思います。なのでバックからいきます。で、バックの最表面のところだけまずディバイドを打ってあげて、で根元を簡単にチェックして裏返してきてゼロですね。ここまできっちりと打っていきます。で、あくまでチェックというか、本題、しっかりと時間を置くときにはコットンを挟んでいきますので、これは、全体に均一につくようにしているだけですね。パートの最表面だけは裏側からも打っておきましょう。簡易的にバックと、サイドで分けているので、次からは、スライスを薄めに取って下側だけやっていきます。はい、これでベースが終わった状態です。で、この後放置できるように形を整えていきます。トランスフォームってよく呼ぶんですけど、リタッチでアドオンするときとか、もしくはその長置きするように形を変えることを、変形でそのままトランスフォームって言ってます。で、今回はこのコットンを使っていきます。で、コットンもロールコットンを切ったものなので、ちょうどそのリタッチ幅、少しだけオーバーするかなぐらいの縦の幅がロールコットンあるので、この子を使っていきますね。コットンを敷いてあげて、で一番下のところは一応そのラップとかがあるから大丈夫と思わずにちゃんと根元まで、入れちゃってください。でオーバーラップしがちなところはここの地点で切ります。でさらにハケで少しこのハケ筋をつけてあげて、このハケ筋の中に、置いていく感じですね。でディバイディングラインのところがやっぱり一番こうつくように、盛れるように心がけてください。そうですね。ハケ筋をつけてハケ筋の中にはめていく。ブリーチも正直その作ってから、僕一応15分目安なんですけど、10分するとやっぱちょっとリフト力が変わってきちゃうので、新しいブリーチにこう変えていく必要があるんですが、その前の段階で今回のリタッチ部全体に行き渡らせてはいるので、時間差っていうものがなかなかつかないやり方ではあります。では、アドオンおよび毛先に対しての残留取りしていきます。まずコットンを剥がしていきます。よいしょ。失礼します。よいしょ、よいしょ、よいしょ。でアドオンしていきますね。でアドオンするとき先ほどの角度より少しだけずらしましょう。チェックの意味も込めてですね。ちょっとだけ角度を変えています。なので、テンションがちょっとずれるわけですね。そういったテンションを例えばこの状態からコーミングで引っ張ってしまうと物理的ダメージが、懸念されますので、まずですねこう左右に揺らして整えていく。でこれでベースを作ってあげるっていうのが、コーミングの回数少なくて済む、一つの方法かなと思います。
ディバイディングラインのところ周辺処理したところがあると思うんです。そこの部分が今ちょっと見ると分かるんですけど、ここだけ少しリフトが甘くて、こっちが、明るい状態になってます。でここの部分に少しだけ、最初の薬剤を伸ばすことをしています。そこまでリフトをするって目的があるっていうわけじゃなくて、残留を取るプラス、毛先の方にちょっと合わせるっていうことをここでしています。でこの時に新しい薬剤をつけてしまうとさすがにリフトしすぎてしまうので、時間経過しているものを伸ばしているっていう過程ですね。こちら側が、残留を取る薬、先ほどのクレイですねで作ったものを塗布して、で根元は根元の、アドの薬をつけていきます。今ちょっとその処理をして髪の毛が結構パリパリしていて作業しづらいなと思う場合でしたら、完全に乾いていればなんですけど、少しこう手で揉み込んであげれば取れるんですけど、水を少し足してあげるとかしてあげてもいいのかもしれません。ブリーチ剤を作用させたくない接地面に関しては、コットンなど厚みがあるもので、入れておくと、セパレートをちゃんとしておくといいと思います。毛先に塗るときにコーミングをねどうしてもしたくなってしまうんですけど、やるとしても整えるための1回とかの方がいいと思います。なるべくこの葉塗りでやっていってあげた方が髪の毛にとってダメージが少なくて済みます。これを根元まで挟んでしまうと根元の階段状にリフトしてしまうことがあるので、必ず根元を外してください。でこれで全体的に塗っていきます。アルカリカラーのベースメイクのカラーリング調合していきます。で今回使うのはゴス N ですね、ネイビー。彩度がかなり高いネイビーです。それと、クリアゼロをちょっとだけ使います。狙いとしては、真根元のところをですね、ゴス N でタッチしようと思います。で、その先の部分を少しクリアをミックスしたもので、少しだけこうグラデーションをかけていくイメージですね。3% と1対1でいきます。で先の部分は、ゴス N が1に対してクリアが3です。グラデーションを作るときに、例えばですけど、クリアを1対1でやってあげると2レベル相当上がるって言われてます。で2レベル相当だとグラデーションとしては優秀なんですけど、あんまり差がないので、そこからこう2ステップ上げて、僕はよく作ります。グラデーションをこちらの薬とこちらの薬を髪の毛上でミックスして、グラデーションを作っていくことが多いです。でこちらも、3% 1対1。この2つの薬を作っていきます。同じカップなのでどっちがどっちか分かんないようにとかなっちゃうようだったら、ちょっとこのカラーのカップを変えてみるとかは工夫してください。もしくは付箋を貼るとかでもいいです。アシスタントさんがよく怒られるシーンなのでそこはちょっと工夫しましょう。シャンプー台から上がってきた状態です。で、アルカリカラーする前にですね、前処理を1回施そうと思います。で前処理としてこちらですね、0番の PPT 薬剤の定着を促します。よいしょ。
じゃあ根元の薬から塗ってまいります。で根元暗い薬を使うとき、暗いとか濃い薬を使うときに縁取りをしない方がいいっていう人もいますし、縁取りを絶対したいって人もいるんですけど、どちらでも構わないと思います。ただ、テールの使い方だけ気をつけた方がいいと思います。縁取りした場合はね。テールに材がついたものをそのまま引っ張っちゃって、濃い薬が毛先の方に行ってしまったっていう失敗例をよく聞きます。なので僕は、最低限縁取りをするぐらいにしてほとんどしないです。それと、突き抜けるようにテールを動かすのがおすすめです。突き抜けるようにテールを動かすと汚れないですね。ここら辺でちょっと意識しなきゃいけないのが、バックとサイド、耳よりも前と後ろでちょっとそのデザインの質感を変えていくっていう話だったので、実際やることは一緒なんですけど分けておいた方がいいです。で今前髪1線残してあります。前髪1線のところ、薄いですけど大体8ミリぐらいですかね。8ミリぐらいのところは、今根元につけた材を毛先まで下ろします。この部分は前髪の表面がかかってくるところでもありますので、あんまり塗り下げないようにしましょう。ちょっとパクッと割れちゃってるもいいぐらいですね。グラデーションというよりかも止まってるぐらいがいいぐらいです。まだここの部分も前髪として落っこってくる部分範囲があるので、ここも塗り下げないように注意しながら。で髪の毛の上で混色って言いましたけど、こうですね、親指でちょっと押し込むようにミックスします。うまくできない人は、ここの部分を親指の動かし方を半月状に動かすイメージでやってあげると、綺麗にグラデーションがつけられると思います。ここら辺になってくると前髪であろう範囲がほとんど少なくなってくるので、ちょっとだけ塗り下げていきましょう。イメージ前上がりに塗られなくなってバックに向かってちょっと毛先の部分まで落としていくイメージですね。このバックを塗る時になんですが、刈り上げて丸みを帯びるんであればですけど、この流れをそのまま継続して塗った方が綺麗に見えます。ただ、耳よりも前と後ろでデザインを分けるので、ここの塗り方をどうしようかっていうことができますよね。サイドをちょっと、同じようにブルーでやっていくんですけど、塩基性でも、サイドをちょっとコントラストとしてつけたいなと思いますので、あまり下の方まで塗り下げずにいきます。ちょうど中間部ぐらいから、ブルーのサイドが高まっていくみたいなデザインにしようかなと思いますので、真ん中ら辺で収めます。で、毛の重なりでグラデーションが綺麗に見えるようにトップの部分はオンベースで塗布します。なるべくオンベースですね。なるべくオンベースで塗布してあげると、ここにもうズレが出てくる。でそれを利用しようと思いますので、オンベースで。逆にフロント方向はオンベースではなくて、こうダウンシェイプでやってるので、その差もちょっと出てきますね。でなぜこうバングの内側一線を、最もサイドが高いというか暗い、サイドも高くて暗い、マネ元と同じ薬を使うかと言いますと、その上に黄色とかオレンジとかが乗ってくるんですけど、それがどうしても黄色とオレンジって肌に近い色なのでぼやけやすいんですね。なのでその前に1枚敷いておいて、ベースとして敷いておいてあげるとより明るく見えるっていうメイドのコントラスト、メイド対比ですねが働くので、
そういう形でやらせてもらいます。放置時間は約10分間でいいと思います。なるべく毛先の方を汚さないようにチェックしたいんですけど、ここですね。こんな感じのグラデーションが入っているのがわかると思います。綺麗な色ですね。はい、間違いないです。あと前髪をちょっとチェックしましょう。前髪さんもはい、これで、ベースメイク終了なので一旦流してまいります。では流していきます。で、前髪の部分だけ深い色を使っているので他の部分に干渉しないように手のひらの上でまず一旦ここだけ流すようにします。で、流れていくのが他の毛に干渉しないようにお水の流れ道も気をつけながら流します。シャンプーはファイバープレックスシャンプーを使って、お流ししていきます。通常であればここでナンバー2をつけて、少し時間を置いてあげると、質感も向上するんですが、この後塩基カラーが控えてまして、pH が下がりすぎたりすると、塩基のノリが悪くなったり濁ったりしてしまうので、まず塩基カラーを先にやって、その後つけていくという工程を踏みます。塩基性はこのカラーミューズ、最初に出てたその黄色とオレンジ、それと、ブルーですね。ただ、これだけだとちょっとだけこう子供っぽいデザインになりがちなのと、ちょっと足りない部分が出てくるので、それを、補完しながらカラーを作っていこうと思います。まず大部分に使うブルーを作ります。まずブルー単品を入れていきます。でブルー単品の色を確認してもらって、結構クリアなブルーなんですね。こんな感じで。でこれは髪の毛じゃなくて、これ髪として白いからこの色なんですね。これがもう少し髪の毛として黄色っぽくなっていると、もちろん緑に寄ってきますので、その分を補正する必要があります。なので紫を少量入れます。で今軽くミックスしてみた色をですね、さっきに比べて少しだけ紫みが増したのが分かりますね。もうちょっと足しますね。紫を 3g 足します。28に対しての 3g、6g ですね。はい、っていう状態です。こんな感じですね。悪くないけど深みが欲しいと思いました今。なのでちょっとだけピンク足します。もう本当に微量です。多分 0.4g で、一番大きく使う部分を先に作ってあげるのが設計しやすくなると思います。例えば、これよりかも深い色を作ってしまうと、これよりかも根元の方に深い色を使うとかであればいいんですけど、毛先の方に深い色を使うと思いもしないなんかライン感が出てしまったりとかするので、まずは一番暗くてっていうものを作ってしまって、そこからこうだんだんと、薄くするなりしていくのがいいと思います。いい感じの深さが出ました。はい。ブルーの、グラデーション、薄い部分ですね。薄い部分を作っていこうと思います。先ほど作ったお色、こちらからスプーン1杯分ぐらい、移動して、それに対して、同じ分量クリアをミックスします。はい、ブルー系は特になんですが、クリアでミックスしてあげるとなんですけど、ちょっと、色素はずれないんですけど、実際は、見た目上紫みが薄くなってしまうんですね。なのでここで少しだけバイオレットを足します。気持ちは 0.4g。
こんな感じでちょっと色味が変わったのが分かると思うんですけど、微差ですけど、はい、これが、薄い方の色ですね。でオレンジもそんなに範囲を使わないので、カップで作ってもいいんですが、僕よくこういうパレットでやります。ここでチェックしなければいけないのが、オレンジを最初に作ったブルーより、鮮やかにというよりかも暗く見せたいか明るく見せたいかとか、そういった部分ですね。深さが欲しいか欲しくないかとか、そこをチェックしてください。朝日っぽい、燃えるようなイメージにしてあげるために、ここにオレンジじゃなくてピンクを加えます。これも本当に微量ですね。ちょっと差があるの分かります？黄色よりかもちょっとだけオレンジが寄ったな、オレンジっぽくなったなと。これぐらいの調整でいいと思います、オレンジは。はい。黄色なんですが、黄色は、ほとんど使う範囲が少ないんですが、2色、用意しなければいけません。グラデーションとして。太陽であれば本来、白ですよね。ほとんど白に見えるって、もう少しこう目で見えるぐらいになってくると鮮やかな黄色になってくると思いますので、薄い黄色と、濃い黄色、そのまま原色の黄色を作ります。便利に出すんだとしたら、まず1個黄色を出してあげて、でクリアで隣に出しといてあげて、でそこからスプーンで持っていきます。でミックスします。で黄色自体そもそもこう今まで使った色の中で一番薄いので、なのであんま薄めすぎるとほとんど出てこないとかっていうのがありますので、薄めすぎ要注意です。白の上に一旦出してみて黄色を確認できるか、できそうですね。これでちょうど良さそうです。今の状態でもグラデーションついてて綺麗なんですが、でさらにそこにカラーグラデーションを重ねるともうちょっと繊細なグラデーションになります。バックはなのでバックは青2種類を使っていきます。問題はフロントでマッシュに近い状態になるので、頭頂部ですねから放射状に髪の毛が落ちることを想定しなければなりません。伸びてくるとこっち側に流すことが多いということなので、起点は頭頂部よりも少し右側ですね。でここの範囲を、前に落っこってくると想定して一旦置いておきましょう。でまずバックから仕上げちゃいます。グラデーションを作るので、ここで完璧に塗り固めてしまわないように、イオンの問題でくっつくので、一番最初についた薬が結構作用してしまうんで、単純に言うとここで言ったらここら辺にグラデーションを作りたいのに、ここまで塗り進めちゃったらここでバクって割れてしまうんですね。なのでちょっとだけブランクって僕呼んでますけど、空白を空けときます。そうするとグラデーションが非常につけやすくなります。濃いブルーを置き終わりました。ここからがグラデーションの付け方なんですが、この状態でここの部分にまずお水を、ここから先ですね、お水をつけます。これアルカリカラーでもやってる人いるから多分わかると思うんですけど、で少し伸ばします。で薄めた方の色をつけます。同系色なんでそのまま覆うようにかぶせるようにやっても問題ないです。違う色でグラデーションを作る場合はこの空間を利用して両方の色が混じるようにしてください。特に反対色同士でグラデーション、カラーグラデーションをするとき、例えば、オレンジブルーとか、紫黄色とかの場合は必ずブランクを開けとかないと濁ってしまって何色か分かんなくなってしまいます。そこだけ注意してください。で毛先の方の色を乗っけるときに、実際根元の方の薬ですねを360度、指でつけていくイメージでやってあげると丁寧なんじゃないでしょうか。バングのラインですね。で、一番薄い黄色、中央からいきましょう。この下の部分は切ってしまうところなんですけど、毛が変わるかもしれないから軽く塗っておきますね。はい、でガイドラインを作りました。その後濃い黄色でラインを作ります。
オレンジのラインはなるべく濃いラインですね。濃いラインは薄い方がいいと思うので、スポンジ刷毛のちょうど尖ってる部分で擦り込むようにもう一度オレンジを取ってきてですね、先ほど黄色のライン引いたところまで、ミックスで伸ばしていきます。これがガイドになります。で、この子の周りを今度は、ブルーを塗っていくんですけど、先ほど言った通りここで出てきますけど、反対色同士なので必ず空間を、今回はちょっと薄めに開けましょうか。5ミリぐらい空間を開けましょう。はい、本格的に細かくやっていく場合だったらドライして塗ることもあるぐらいです。ただドライで塗る場合はラインはしっかり出せるんですけど、グラデーションが出せないのでお気をつけください。同じ手順ですけどね。はい、つけたら黄色の部分とミックスしながらオレンジの幅が広がっていくイメージですかね。はい、フェイスライン全体がちょっとオレンジかかっているのも可愛いので、オレンジのラインを、中間部ぐらいまで引き伸ばします。でその後ここちょうどブランク感ですね、透明感があるので、そこの部分は塗らずに根元の濃いブルーだけ塗ります。10分経ちましたので、流すんですが、流す前に一回クーリングを入れます。こういう多色カラーで色がミックスしてほしくないところは一回クーリングをしてあげると、シャンプーの時に、ミックスしづらくなります。余熱を取るぐらいのイメージでちょっと冷えるまで。はい、これで流していきます。カウンセリングの時の狙い通り内側から黄色オレンジ、夜明け前カラーですから、そういった形がちょうどここの部分ですねで表現ができているのかなと思います。今日のポイントとしてはなんですけど、そのデザインの作り方はもちろん、何点か途中で挟んでいたんですが、こういう大胆なデザインをされる方の、未来の話、今後の話ですね、ご自身でもどうしていいかわからないことが多かったりするので、道しるべとしてこんな風になりますよ、あんな風になっていきますよっていうことをお伝えするのが大事だと思うんですね。でその中で念頭に置いといてほしいのが、今日の仕上がりがこうなりますよはもちろんなんですけど、その子たちが退職してきたらどうなるかっていうことが第一前提です。今回であればそのリタッチ幅っていうのがだいたい 4,5 ヶ月先にっていうのがありましたので、伸びてきて黒があった方がいいということで、今回襟足、あとはもみあげの部分も黒を残してっていう形でチャンクカラーを継続でってなりました。テクニック的にはまずはリタッチですね。これをきれいにできることが大事なんですけど、そのリタッチがうまくいくまでの間、適切な処理剤をつけてあげる、引っ張る角度、コーミングの回数、そういったことを見直してもらえればデザインが展開できるし、継続的にブリーチデザイン楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。今日の内容が少しでもお勉強になったなって思った方いましたら、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンお願いいたします。ということで、さようなら。